皆さん、こんにちは。みゆの日本語カフェへようこそ。さて、今日はまた背景が変わっていますが、今日は実はショックな話をしていきたいと思います。で、このショックな話なんですけど、皆さんは最近歯医者に行きましたか？または歯科に行きましたか？私は最近歯医者に行って虫歯があると言われてしまったんですね。なので今日はこのショックだった虫歯の話について、皆さんとお話ししていきたいと思います。そして今日はちょっと口内環境を意識してお水を飲んでいきたいと思います。それでは今日もたくさんお話ししていきましょう。乾杯。まず、なぜ歯医者に行ったのっていうことなんですが、日本では基本1年に2回から4回歯石取りというクリーニングですね、歯についた歯石を取るために数ヶ月に1回歯科に行くのが基本です。で、日本の保険は基本3割負担といって、通常払う料金の3割でいいよというシステムになっています。なので私も今回その半年に1回検診を行っているんですが、その検診とクリーニングのために歯医者に行ってきました。そしてそこでまず着いたら、どこか最近痛かったり、染みたりする箇所はないですかと聞かれました。そして私は実は半年前ぐらいから、右の上の奥歯が染みたりしていたんですね。特に、指で触ったり歯ブラシをしている時に気づく程度なんですが、そこが痛いっていうのを申告しました。そしたら歯科衛生士さんが、では今からまずレントゲンを取って、その後クリーニングをして、で先生に見てもらいますねっていう流れを説明してくれて、で実際レントゲンを取っていきました。そして今回なんと私の歯医者に、AI が導入されていて、そのレントゲン取ったものに色が AI がつけてくれるんですが、その色を見て、じゃあここをよりもっと先生に見てもらおうとかいう判断になったんですね。で、右から見ていって、もうすでに右側のレントゲンは私は3箇所赤くなっている部分があって、もう心の中で覚悟を決めて、また虫歯だなっていうのを、覚悟はしていたんですが、左を見たら特に何もなくて、左は全然問題ないよということで、ドキドキしながらクリーニングに入ったんですね。で、実際歯石取りも終わって先生に来てもらって、で先生にしみる箇所があります、そして、レントゲンで赤い部分があるので気になりますっていうことを話したら、早速チェックしてくださって、でやっぱり虫歯が3個ありますって言われました。でこれすごいショックで、なぜかというと、これ多分皆さんの中にも虫歯がどんだけ頑張ってもできてしまうっていう人もいると思うんですね。で、多分私もそのタイプで、なぜかというと、もちろん歯ブラシは毎日2回、フロスは毎日1回、スワッシュ、あと舌磨きも全部する。で、夜はリテイナーをつけて毎晩寝るっていうような生活をしているんですね。なのですごいショックでも驚きはしなかったんですね。なぜかというと、私は去年の5月ぐらいにもその検診と、クリーニング
で行ったんですね。でその時もレントゲンを取って5個虫歯があったんです。でその時はそんな深く考えていなかったんですけど、やっぱり何かおかしいんじゃないかと思って、何がおかしいって一つ考えていることがあってそれはフロスのタイプで、私は今までフロスを毎晩しているんですが、この Y 字型のフロスを使っていたんですね。でそれを使っているんですけど、前回も先生になんかちゃんとフロスできてない部分があるかもっていうのを指摘されちゃって、でも先生、私は毎晩フロスをしているんですっていう話をしたら、なんかフロスはね、この紐タイプのフロスをこういう C カーブって言って C 型にして歯の間と隙間を磨かないと意味がないよって言われて、ってことは私が使っていたその Y 字はやっぱり直線が保たれるので意味がないのかもって思って、最近変えたんですね。ただ最近って言ってもここ1週間ぐらいの話なので、やっぱり虫歯ができてしまったのかなっていう考えです。で、あともう一つ、私は、これも調べて判明したんですけど、私は間食を常にしているんですね。で、もちろんその砂糖が歯に悪いとかは知っているんですけど、間食もダメらしくって、間食とあと常に何か酸性のものを、飲んでいる。コーヒーとか紅茶とか炭酸水とかで、なぜかというとその口内の pH が保たれるはずなのに、間食をすることによってそれが pH が 5.5 以下に落ちると虫歯ができやすい環境になるらしいです。で食べた後に20分とか30分かけてその濃度を上昇させて、唾液とかが頑張ってくれてて、なのに間食をすると下がったり上がったりで、その pH が低い時間が多くなる。そうすると虫歯ができやすくなるみたいです。ちょっとこれ科学の部分が多くて私も完全には理解していないんですけど、とにかく間食、コーヒーをちょびちょび飲む、グミを食べる、飴を舐めるとか、そういうなんか口内環境が、放っておいてくれということですね。なので例えば今は私は3時間に1回とか4時間に1回食べたい人なんですけど、それを最低でも4時間とか5時間に伸ばしていくことで、その口内の pH のレベルが保たれるみたいです。皆さんわかりますか？私はあんまりわからないんですけど、とにかく水を飲む、あと間食を減らすっていうのには努めようと思います。あと、グミとか、あと、ピクルスとか、そういう酸っぱいものも大好きなんですね。なのでそういうのもちょっと控えようかなって思っています。これはなんかエナメルが柔らかくなって、で弱りやすくなるから控えてくださいとのことでした。で、あと他になんか思い浮かぶ理由あったかな。あともう一つすごい後悔していることがあって、私は2024年ぐらいにもそのレントゲンを取っていて、で先生に今だったら防げる、未然に防げる、これから虫歯になりそうな歯が何個かありますっていうのを言われてたんですね。でもその時私はもう全然虫歯なんて怖くないっていう感じの態度で、せっかく虫歯を防げるようなフッ素濃度の高い、歯磨き粉を処方してもらったんですね。
わざわざ処方してもらって、でそれをちゃんと薬局に取りに行って、でそれで歯を最初は磨いていたんです。最初は。ただその歯磨き粉が美味しくなかったんですね。美味しくないって言ってもなんかちょっとミントの味がして、食感っていうんですか、なんか舌触りが結構ザラザラする、歯磨き粉で、もちろん私からするとなんかそれが効いてるのか効いてないのかよくわかんないって感じで、途中でやめてしまったんですね。でその2024年に処方してもらって1年後にレントゲンを取ったら、その何個か虫歯になりそうって言われてる歯が結局虫歯になっていました。なのでちゃんと処方された歯磨き粉は使った方がいいんだなっていうのを感じました。あと今回もまた歯磨き粉を処方してもらいました。で今3個あるうちの1つの虫歯はまだ、削らなくてもいいって言われたんですね。なんでもうこれは頑張るしかないと思って、私は今からいろいろなことを試そうと思っています。そしてまた半年後にとか、あと半年後か1年後かに動画を作って皆さんに効果のほどをお伝えしたいと思っています。で皆さんは虫歯になりかけたりした時に何かこれやってこれすごい効いたよとかあったらぜひ教えてください。結構今なんかピンチって感じで焦ってるんですね。でなぜかというと、最近気づいたのが、虫歯って一回なったらもう一生その歯はメンテナンスしないといけないみたいで、しかも、例えば私の場合はコンポジットで削って詰め物をしているんですけど、コンポジットって5年から10年ぐらいしか持たなくって、メンテナンスをしないといけない。でメンテナンスをするたびに穴が大きくなっていく。でメンテナンスもマックス6回ぐらいまでしかできないって聞いて、ってことは例えば私が20歳の時に歯を削ったとするじゃないですか。そしたら10年持ったとしても 10×6 で60年、80歳の時にはもしかしたらその歯を抜かないといけないかもしれない。やだやだやだ。皆さん嫌ですよね。日本では8020運動っていうのがあって、80歳までに20本の歯を残しておこうっていう運動なんです。で、人間は大人になると歯が32本あるんですね。で、そのうち4本は親知らずで抜く人も多いと思うので、私は今 32-4 の28本あります。8020運動達成したいので、そう考えるとやっぱり歯を大事にしないといけないっていうことで、これから本格化していきますが、今回やろうと思っているのが、まずその処方された歯磨き粉を使うこと、毎晩使う。で私は1年前まで矯正をしていたので、毎日3回歯ブラシをして2回フロスをしていたんですね。なのでそれを再開したいと思います。なのでフロスと歯ブラシの、頻度を上げる。ただ食後1時間ぐらいまで待つ。じゃないとなんかエナメルがまだ弱いからみたいなのを聞きました。あと、今フロスは普通のフロスを使っているんですけど、追加してなんか水が出るフロスも試してみたいと思います。あとあとは水をたくさん飲む、間食を減らす、あと舌磨きをするあとあとなんかネットで調べたところ、なんか MI ペーストみたいな歯を強くするペーストとかあるみたいなので、これに何個か追加するかもしれないんですけど、もう歯の健康をとりあえず頑張りたいっていう、今すごいモチベが上がったんですね。
このピンチな状況に置かれて。なのでこれから本当に歯の健康を頑張っていこうと思います。皆さんは歯の悩みとかありますか？なんかこれはポッドキャストにするかすごい迷ったんですね。なぜならあんまり自分の虫歯の話を公にする人って少ないと思うんですけど、結構意外とみんな悩んでいることなんじゃないかと私は思って、みんなで共有して頑張ろうっていう動画にしたかったです。あとなんかいろいろ対策はあると思うんですけど、実際に、人生の先輩も多いと思うので、なんかこれをしたらよかったよとか、これはしない方がいいよとか聞けるかなと思ってちょっと動画にしてみました。で本当に最初はすごいショックだったんですけど、これから虫歯をゼロにしていくっていうことでモチベは上がっています。なのでこれから頑張ろうと思います。それでは今日もミュウの日本語カフェへ遊びに来てくれてありがとうございました。また次回の動画でもお会いしましょう。またね。